こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はマイクロビット初心者のためのワンポイント講座 GitHub を使用したプログラミングと履歴管理をお送りします。この動画では GitHub ジポジトリとはメイクコードでの GitHub ジポジトリの操作、カスタムブロックを取り込むについて解説します。メイクコードでプログラムエディターを開くと、下のダウンロードボタンの横に猫のマークが表示されます。このマークは GitHub ジポジトリを作成するボタンです。このリポジトリとはどういうものかということですが、コードやドキュメントなどのファイルを保存するための場所がリポジトリと言います。GitHub ではこのリポジトリを作成して自分のコードやドキュメントを公開することができます。このリポジトリを利用するには、最初に GitHub のアカウントを作成してください。ここにある URL を入力して、この画面でアカウント登録を行ってください。メイクコードでの GitHub の役割を説明します。コードの保存と共有。GitHub は、ユーザーが作成したコードを保存するためのリポジトリを提供します。これにより、ユーザーは自分のコードを安全に保管し、他のユーザーと共有することができます。共同作業の促進。GitHub はプルリクエストやイシューズなどの機能を使用してユーザー同士の共同作業を促進します。これによりユーザーは互いのコードをレビューしたりフィードバックを提供したりすることができます。プルリクエストは自分の作業内容を他の人にレビューしてもらい承認を得るための機能です。プルリクエストを作成すると、他の人は自分の作業内容を確認してコメントやフィードバックを提供することができます。イシューズはプロジェクトの課題や問題を管理するための機能です。イシューズを作成して課題の概要や解決策を記述することでチームメンバーと協力して課題を解決することができます。コードのバージョン管理。 GitHub はコードのバージョン管理機能を提供します。これによりユーザーはコードの変更履歴を簡単に追跡することができます。 GitHub の具体的な使用例について見ていきましょう。まず自分のコードを GitHub に公開して他のユーザーとデータを共有する目的で使用する場合、他のユーザーの公開されているコードを参考にして自分のコードを開発する。複数人で共同でプロジェクトを開発する。自分のコードのバージョンを管理して更新履歴を記録するなどの使用例があります。このスライドはメイクコードより初めて GitHub を使用するとき表示されるものです。右側のようなダイアログが開きますので、オーソライズマイクロソフトメイクコードを押すと、メイクコードと GitHub の連携環境が構築されます。前の画面が閉じると、再びエディターに戻りますので、もう一度 GitHub マークを押します。そうするとこのような画面となります。まずリポジトリの名前を入力し、次にリポジトリの説明を入れた後公開するのか、プライベートで使うのかを選択します。プロジェクトが GitHub に保存されると、フロッピーディスクマークが GitHub マークと矢印マークに変更され、プロジェクトが GitHub に保存されていることを示します。右の画面が GitHub の画面になります。上の戻るボタンでエディターに戻ることができます。メイクコードで変更を加え GitHub ボタンを押すと GitHub のリポジトリに移動します。 GitHub の画面では修正した部分がカラーで表示されます。そして説明を加えた後保存し戻るボタンでメイクコードのエディターに戻ります。 GitHub の履歴欄にはコミットを表示するというボタンがありますので、そこを押すと履歴が展開されリスト表示されます。GitHub で変更内容を保存する場合、右のような画面の説明欄にどこに変更を加えたかを書き込み、変更をコミットしてプッシュのボタンを押して保存します。履歴欄にはこのように今までプッシュした履歴が一覧表示されます。変更を元に戻したい場合は変更履歴より該当する項目をクリックします。その項目を復元したい場合は左の図の右上に表示されている復元マークをクリックしてください。すると確認画面が現れますので、復元するをクリックすると
コードが修正されて元に戻ります。リポジトリに保存されたファイルの詳細を見るには、スライド右上にあるマークを押すと、このようにリポジトリに保存されたファイルの詳細が表示されます。それでは GitHub を使う操作についてやっていきましょう。まずプロジェクトを作るところからですね。で、この初期画面から例えばこのアイコン表示をこう入れますね。で、ここで、通常この部分のこれでダウンロードするというような形にするんですけども、今回はこの、GitHub リポジトリ作成というこれを押します。そうするとこういうような画面になります。そこで、リポジトリ名をここで入れます。これ空白がないように入れてください。そして説明を入れます。例えば練習3とか、そういう形で入れて説明をつけるっていうことですね。そして続けるという押す前にですね、ここですね、公開リポジトリというふうに規定ではなってますけども、この場合だったら誰でも見れるっていうことなんですね。ここで、自分だけ、で見れるようにする場合はプライベートですね。そしてこれで続けるという形で、これでしばらく経つと準備ができます。最初だけちょっと時間がこんなにかかるですね。で、できたら元のコーディングの画面に戻ります。それでこちらの方ですね、マークが変わってますよね。フロッピーマークが消えて、GitHub のマークになってます。で、GitHub がサインインしてなかった場合は、サインイン画面が最初に、表示されます。で、もうすでに、GitHub をサインインしている場合は、すぐにこのマークが出ます。そしてですね、こういうような形で自分の保存場所、リポジトリができました。それでここに、もし、ブロックが変更されたらというような形で、ここに説明が出るんですけど、今変更してないんで何も出ないですね。で、こう戻るボタンを押すと、コーディングの画面になります。それでこちらの方ですね、例えばこれを入れますね。これをここに入れましょう。で、やると、これをもう一回保存しますね。そうすると、追加された部分が、濃い色でですね、出てきます。変更されたのはカラーで出てくるんですね。で、ここで、変更点、例えば、ヘロを追加。そしてこれを変更コミットプッシュっていうボタンがありますので、ここを押します。そしたらこの内容が GitHub の中に保存されるということになります。で、ここの履歴のところですね、見てみましょう。そうすると、3個あるということなんですね。ここで最初のところがからのリポジトリを初期化する。そしてメイクコードプロジェクトの初期化ファイルが作成されて、今のヘロを追加っていう3つが保存されているということになります。で、もう1個追加してみましょうか。
ここで、これをコピーして、ここに追加して、バッテン印にしましょうか。そしてここで、保存ですね。で、保存するときにまたここに説明を加えます。今ここは追加されたということですね。ここでこういうような形で説明を入れて、コミットしてプッシュっていうことで記録をします。そうすると、こちらの方は変化はないんですけども、先ほどの部分をここ見ていって、履歴のところですね。履歴のところを見ていって、4に増えてますね。で、ここで、×を追加というのが出てます。で、ここのハローのところの追加のところに戻したい場合は、ここをクリックして、今ここを追加したんで、ここまでですねのところに戻したいときはここ復元っていうのを押します。そして復元 OK でやるとここが×が消えましたね。こういうふうにして、履歴を取っておればいざという時に復元してですねプログラムの修正、を行うことができます。こんな形で GitHub を使うということですね。それでは GitHub に保存されたデータを見ていきましょう。こちらの方 GitHub にログインした状態で、こちらに戻ります。そしてですねこちらにこういうマークがあります。このマークですね。このマークを押してください。そうすると、リポジトリの内容がここに表示されています。そして今の名前がですね、テスト09103っていうのがですね、今プライベートでの保存場所であるということを表示しています。で、ここに、詳細な、ファイル名があります。で、この中見ろと思ったら、ここをクリックしていくというような形になります。で、詳細な情報がですね、ここに表示されるんですけども、このページのアドレスとかですね、使い方、ここですね、拡張機能として使用するとか、いろいろ書いてますので、ここを、見ていくことができます。そして、ここにユーザーの名前ですね。ここにリポジトリの名前が出てます。で、私のユーザー名がここにありますけども、ここをクリックすると、その人のホーム画面になります。そして、リポジトリの個数がここに表示されて、ここをクリックすると、こういうふうにですね、今まで保存したリポジトリの名前が一覧が表示されるということになります。そして、ここをクリックするとそのファイルの内容が見れるというようなそういうような形になっています。作成されたカスタムブロックを自分のプロジェクトに取り込む手段について説明します。まずカスタムブロックを作成し GitHub に保存します。そして詳細リストを表示し下側にあるこのページを開くの URL をコピーしておきます。そして新たにプロジェクトを作成したとき、拡張機能からリポジトリでコピーした URL を貼り付けて取り込みます。
この操作は以下のスライドで説明します。カスタムブロックの作成方法についてはこちらのノートを参考としてください。こちらの画面は新規プロジェクトを作成した画面になります。そこで中央の拡張機能をクリックします。拡張機能が開かれるとこの画面になります。ここで URL 入力欄にコピーした URL を貼り付けます。すると URL が正しければこのようにタイルが表示されます。目的のタイルを選択しクリックするとカスタムブロックが取り込まれます。ここに示すのが取り込まれたカスタムブロックです。この機能を使用すると過去に作成したカスタムブロックを簡単に自分のプログラムに追加することができます。今回はメイクコードの GitHub を使用することによりプログラムの履歴が記録され操作ミスなどがあった場合でもいつでも過去の状態に復元することができることを紹介しました。また GitHub リポジトリを公開することによりプロジェクトの共有や共同作業が可能となります。そして自分で作成したカスタムブロックを GitHub リポジトリより別のプロジェクトに容易に取り込めるという利点も紹介しました。ご視聴ありがとうございました。